こんにちは、リンチュウです。前回塗装を乾燥させようと思った時に失敗してしまい、今回はその塗装を剥がしていく動画となっています。悪用厳禁なほどよく落ちる塗装の剥がし方ですので、最後までまったり見ていってください。もう最悪だわさ。もうヒートガンで炙りすぎた。もうくしゃくしゃになっちゃった塗装。プツ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 になっちゃってもう触って熱っってなったもんね。せっかくいい感じで濡れてたと思ったのにな。まあでもここら辺なんかちょっと失敗してたからね。もう一回剥がして再塗装するか悩んでたけど、これでやっぱり再塗装することになったんで、まあいいかなと。これで落ちんのかな。これね、自分で塗られたペイントの除去には落下診断をご使用くださいって書いてあるんだよね。いいか。じゃあ塗装剥がしていくよ。なんか落ちが悪いからね、味しくったわ。手汚したくないとかね、そんな思わないでね。なんでゴム手袋でやったよって本当に。マジでこんなめんどくせえことしなくて済んだのに。くっそ。落下薄め液じゃなくてダメか。塗装剥がし液使ったらね、なんかネチョネチョってなって全然取れなかったんでね、今度は落下薄め液、これ買ってきたんでね、これで落としていこうかなと思います。やっぱりね、ラッカー用はラッカー用で薄め液使わないとダメみたいだね。まずフェール缶の中にね、薄め液を少し入れて、ここに書いてあるもんね。塗料に合った薄め液を正しくお使いくださいって書いてあるからね。やっぱりね、塗料に合ってないとダメなんですよ。蓋があるんかい。こんなのつけちゃえばいいのか。落ちるんかいな。落ちる落ちる。落ちる落ちる。うん。すげえね、やっぱり用途に合ったやつを選ばないとダメってことなんだね。よし、これあらかた落ちたかな。
すごいね。やっぱり専用のやつであればすぐ落ちるんだね。はい。じゃあ布にね、爪木つけて、取る。いや、しかしこんなに簡単に落ちると思わなかった。逆に言ったらこんなに簡単に剥げさせることもできるってことだからね。落葉現金だよマジで。ほら、良さげでしょ。まあどうせね、また全塗装するからね、完全に落ちきってなくても別にいいっちゃいいんだけどね。塗装のダマっていうか、なんていうのかな、落とし忘れでなんか段差になってるのだけは取っておきたいよね。一応ね、塗装剥がし終わったんで、これからまたサーフェイサー拭いてから塗装し直ししていこうかなと思ってます。で、今回はここのキャリパン、じゃあピストンのところだけ、をマスキングやって、こっちの方はね、もうこの穴の方はもうマスキングしないでそのまま塗っていこうかなと。このバンジョボルト刺さるところはステボルトをつけていくんで、それごと塗装していっちゃおうかなと思います。マスキングの代わりにこういうボルトとか買ってきたんで、ワッシャー自体がね、ローワッシャーのセットの中にね、ちょうど良さげなのがあったんでね、これかな。ほら、ちょうどぴったり合うような感じでしょ。だからこれつけちゃえば、もうここ別にわざわざ切った貼ったしなくてもいいかなと思って。じゃあローワッシャー2枚でいけんな。これで動かないでしょ。で、ここのマスキングの代わりは終わりと。多分ね、ここ M6 っぽいんだよね。違うかな。ほら、いけるいける。M6 刺しときゃネジ穴養生できるでしょ。マスキングこれで完成かな。よし。はい、それじゃあね、マスキング完了しましたんで、これから洗浄と脱脂をもう一度やってから塗装の工程に入っていきたいと思います。
うん、いいね。